どうも、ナナトラです。実は私、アワビの貝殻を使って螺鈿細工を作ったことがあるんですが、その時に驚いたことがありました。それは、アワビって巻き貝だったんです。えそうだったのって思った方、きっといるはずです。ということで、今日はそんな貝殻についてのお話です。貝殻の主成分は炭酸カルシウムという物質で、外頭膜という器官から分泌された成分が固まってできたものだそうです。そこから成長するにつれて、巻き貝なら渦を巻くように、二枚貝なら左右に広がるように殻が大きくなっていきます。貝の仲間は大抵卵を産んで増え、生まれた時には殻を持っていない貝が多いそうです。ここからは実写でお送りいたします。それではアワビのお話に戻りましょう。アワビは巻き貝の仲間です。ぐるーっと巻いた一枚の殻を持っていますが、サザエのように高く巻き上がるのではなく、平べったく広がるのが特徴です。貝殻をじっくり見てみると、若干この部分が巻いています。ちなみに、アワビの貝殻に開いている穴は、湖水口と呼ばれ、エラ呼吸や排泄、生殖細胞を放出するために使われます。アワビが成長するに従ってエラの位置がずれるので、エラから遠い側から順に塞がれていくそうです。螺鈿細工でも使った真珠層。では、その真珠層とは一体何なのでしょうか。貝殻の内側にある真珠のように光沢のある層で、これも炭酸カルシウムが主成分。光の干渉によって虹色に輝く独特の光を生み出すんですね。真珠層を持つ代表的な貝は、アワビ、ヤコウガイなど。逆にアサリやシジミ、ハマグリには真珠層はありません。同じ貝殻でも中の作りは全然違うんですね。ではここでちょっと実験をしてみましょう。貝殻をお酢に入れてみます。すると、シュワシュワと泡が出てきます。実はこれ化学反応が起きているんです。貝殻の主成分である炭酸カルシウムと酢に含まれている酢酸が反応して二酸化炭素が発生しているんですね。式で表すとこうなります。泡の正体は二酸化炭素。そして外側の貝殻が少しずつ溶けていくと、中からキラキラと輝く真珠層が現れてくるんです。ただし、酢につけすぎると真珠層まで溶けてなくなってしまうので注意。
工作がきっかけで貝について調べてみましたが、いろいろと奥深い。自然の仕組みを知ると工芸品や日常にあるものがぐっと面白く見えてきますね。それでは次回の七色アーカイブもお楽しみに。